問題 A。野球の試合が9回表まで終わり、9回裏が始まる。高校が勝つにはこの回に最低何点取る必要があるか？延長戦はなし？なし。あと、高校の勝ちが確定していることはない。先攻の合計点引く高校の合計点足す1。C++ のコードも置いておく。コピペしたかったら説明欄からどうぞ。問題 B。間違い探しをする。絵の代わりに文字を N×N 個並べた長方形を使う。つまんないの。一箇所だけ文字が違うから、それが上から何行目の左から何列目か答えろ。全部見る以外のやり方があったらすごいね。C++ のコードも置いておく。問題 C。いろいろな大きさのボールが一列に並んでいる。左から順に、空の筒に入れていく。ただし、同じサイズのボールがくっついたら、合体して、サイズも合算される。って、そういうサイズだったの？言い忘れてたが、全部2の類乗だぜ。さて、最後まで続けてみる。残ったボールの個数を答えろ。最初のボールの数は最大20万、ボールは巨大だぜ。言われた通りやれば大体良さそうだけど、2の10億乗とかを計算する必要はなくて、右肩の数だけ見て、合体したら1を足せば OK。こういう筒のことをスタックって言うぜ。問題 D。マスが縦横に並ぶフィールドがあり、何マスかに磁石がある。鉄の鎧を着た太郎くんが、磁石のないあるマスから出発して、上下左右に動く。ただし、磁石に縦か横に隣接するマスに入ったら、もう動けない。FF4 かな？あるマスから出発した時、そのマスから行けるマスの数をそのマスの自由度とする。一気に行けなくてもいいんだね。自由度が一番高いマスの自由度を求めろ。盤面サイズは最大 10×1000 マス。とりあえず、入ると動けなくなるマスを全部マークしたいかな。そしたらよくある連結成分の問題っぽくなるよ。例えばこの連結成分は4マスで、ここから行ける磁力マスが4マス、合計8。って感じで連結成分を全部見れば OK。連結成分は、深さ優先探索か幅優先探索かユニオンファインドでも止まる。これで DFS デビューってのはちょっときつすぎない？初めてならもっと簡単な問題で慣れてからの方が無難だな。問題 E。平面上に N 個の点がある。斜めウサギは、プラスマイナス1、プラスマイナス1の斜め4方向に飛べる。なんじゃそりゃ。N 点から2点選ぶ方法すべてについて、その間の移動に必要な最短ジャンプ数を計算したとすると、それらの合計はいくつだ？いけないときは？距離0ってことで、点は最大20万個、座標は大きい。斜めなのは鬱陶しいから、45度回すよ。難しそうに見えるかもしれないが、かなり単純な式でできる。ただしルート2倍に拡大もされるぜ。こうなったらもう縦横ウサギだから、どうとでもなるね。まず点がパリティで2グループに分けられて、X 座標と Y 座標も分ければ、4個の簡単な問題になるな。問題 F。長さ N の数列がある。ズバリ、この値を求めろ。N は最大20万、要素は大きい。何もないところから始めて、数を小さい順に出現させてみるよ。そしたら、ここより左に数は何個あって、合計はいくつか、が分かれば OK だから、セグメントツリーとか見本で。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。